洗濯機の玉、横から見てめっちゃスローにすると、実は発射直後はただのでかい玉で、発射から5フレーム後に渦のエフェクトが出現します。以降、5フレームおきに渦が出現するようです。でも実はこの渦に攻撃判定はありません。見た目だけ。次に軌跡を確認してみます。こんな感じ。発射から5フレームの間は重力などを無視して直進し、その後、ちょうど渦が出るタイミングから、重力と空気抵抗の影響を受け始めます。重力と空気抵抗の使用については正直さっぱりわかりません。謎のパラメータが多すぎてお手上げ。次にジャンプ値の話。これもよくわかんないんですが、落下中は発射時の射角がやや下がるようです。逆に上昇中は射角がやや上がります。青がジャンプ頂点、黄色がジャンプしながら、緑が着地際に発射した際の弾道です。最後に前後の感性の話。前進しながら撃つと明らかに弾速が上がります。最初の直進5フレームの時点で結構な速度差があるようです。その代わり微妙に射角が下がる？内部パラメータにもそれらしい値があるが、よくわからない。交代しながら撃つと、弾速は、ちょっと遅くなってる。あと、射角は上がっているように見えます。こういう仕様かな？おまけ、渦には攻撃判定がないという話をちらっとしましたが、じゃあ実際の38ダメージはどこにあるかというと、多分、不可視の弾が遅れて4発出てます。多分こういう感じ。解説します。まず弾の発射を1フレーム目とします。この時攻撃判定はごく小さいです。1フレーム遅れて不可視弾の1つ目が出ます。サイズは 0.047M です。不可視弾は2フレームおきに発射されると思われます。さっきの発射から2フレーム後に2つ目が出ます。後続になるにつれ、攻撃判定の初期サイズは 0.047M ずつでかくなります。以降、2フレームおきに不可視弾が計4発出ます。また、すべての弾は5フレームかけて最大サイズになります。この時点で弾本体のサイズが最大値の 0.25M になりました。ここで一つ目の不可視弾が最大サイズ 0.47M に、ここで最後の不可視弾が出ます。初期サイズは 0.188M です。こんな感じで1フレームずつ進めていくと、最終的に半径 1.88M の不可視弾が一番後ろを飛ぶことになります。なお不可視弾に地形への当たり判定はないです。だからすぐ壁貫通するんだ。終わり。